ってことで、アニメ考察やっていくで。今回は、ついに放送された待望のアニメ、アークナイツ、黎明戦争の第1話。その後半の戦闘シーンについて考察していくで。ここの戦闘シーンが、個人的にめちゃくちゃ秀逸やと感じたので、いても立っても折れず、動画を作ってもうた。なお、今回の動画は、基本的にアークナイツ1話を主張している前提で話を進めていくで。最低限の用語説明と解説シーンの流れは説明するけど、その他の情報は概要欄にまとめるって感じでやっていくで。さて、まずは、九段のシーンをざっくりおさらいや。コールドスリープから目覚めたドクターを連れ出したロドス以降は、レユニオンとの接触を避けるために潜伏していた建物から退避。その際に、民間人の親子がレユニオンのいる方に向かっているのを目の当たりにしたアーミヤが、親子を引き止めに向かおうとする。しかし、ドーベルマンがそれを制止する。親子を助けるためにレユニオンに見つかり戦闘になった場合、ロドス側は数的不利な状況で戦わなければならず、さらに戦闘が長引き負傷者が出た場合、レユニオンとの戦いに勝利しても天災から逃れられず、その場のロドスメンバーが全滅する。補足すると、歩けないほどの負傷者の運搬って担架を使って二人で運ばなければならず、部隊の機動力がどうしても落ちて撤退が遅れてしまうんや。それに運搬してる人は、突然戦闘になった場合、すぐに戦闘に移行できないので、負傷者が一人出ると、戦力がさらに二人減ることになる。先の戦闘で負傷者一人が出ている状況で、さらに誰か一人でも負傷するのは、相当な痛手となるわけや。こういう背景があるから、ドーベルマンは必死に止めたんやと思う。これらのことから戦闘になった場合のロドスの勝利条件は、レユニオンの無力化、人質の救出の二つを、戦力不利な中、味方の死傷者ゼロで、かつ迅速に達成しなければならない。こんな、圧倒的不利な状況下で、親子の命かロドスの撤退か、その選択がアーミヤに突きつけられ、アーミヤは葛藤する。そのタイミングで PRTS の起動音が鳴り、ドクターが、大丈夫、まだ助けられる、と言ってドローンを展開し、偵察を行う。ほんの安心前まで、ドクターの体のコンディションは、コールドスリープから目覚めたばかりで、誰かにおぶさって運んでもらわなければならないほど悪く。さらに、記憶喪失のため、戦闘の指揮は不可能と思われていたが、コンディションが徐々に回復し、記憶喪失ながら、観察力と分析力は以前のままなので、戦闘指揮が可能と判明。ロドスに、勝利の可能性が芽生える。そして、ロドスメンバーは戦闘に突入。最終的に、その場のレユニオン全員を無力化し、人質を解放。さらに死傷者ゼロで完全勝利する。と、ここまでが、1話後半、戦闘シーン終了までの大まかな流れや。さて、具体的に、戦闘シーンの何を考察していくかというと、ロドス側は、なぜ死傷者ゼロで勝利できたのかってところや、それを、再現映像を交えて考察していくで。まずは、敵と味方の初期配置は、ざっと、こんな感じ。建物に挟まれた道路に敵集団がいて、人質が囲まれてる。敵の数は合計20人。左側の建物の屋上にアーミヤ。その奥に一般オペレーター4人。手前の建物の陰に、ドーベルマンとオペレーター2人。敵の集団背後の建物屋上に、エースとオペレーター3人。ロドスの作戦参加人数は計12人。道の奥の長方形は、倒れた車で、遮蔽物になってるって感じや。この初期配置は、作戦開始時の PRTS の画面と戦闘シーンを何回か見直して、そこから再現したで。間違ってたらごめんね。で、開幕は、赤丸の付近で、爆薬か何かで爆発。敵2人が、車の影まで吹っ飛ぶ。この車の後ろに吹っ飛ばすってのが重要なので、覚えといてな。その後近くの3人が、助けに駆け寄る。そして、ロドスの4人が降下。駆け寄った3人を無力化する。そして、敵は、車の方向に注意が向く。直後、ボウガンで牽制を入れるけど、車のせいで車線が通らないので、妨害兵は車線確保を余儀なくされる。ここで、開幕に、敵を、車の影まで吹っ飛ばして、近くの3人を駆け寄らせたことが生きてくる。車の影で敵を倒さないと、ボウガンに撃たれる危険があったからや。さらに、わざわざ車に撃つ描写を入れたのは、車線が通ってない妨害兵は移動しないといけないってことを示唆するために、あえて入れたんやと思う。そして、移動する妨害兵の視線は、こんな感じで、車の方を向いていたと思う。で、妨害兵は、さっき言った通り車線確保のために移動しなければならない。その移動中に、上から、突然、アーミヤの攻撃を受けて倒れる。敵の注意は、完全に、車の方を向いていたから、
とっさに反撃できなかったんやと思う。その後、敵のリーダー格は、アーミヤの奇襲を受けて、まず、遠距離攻撃を防ぐために人質を盾にし、全員ここに連れてこいと周りに指示を出す。ここで妨害兵が残っているのになぜ撃たなかったのだろうかってことを考えてみると、まず、敵は、アーミヤが、強力なアーツを使えると判断してたことが挙げられると思う。アーツを使う場合って、基本的に杖を使ったりして放つわけやけど、アーミヤにはそれがないので、敵は、並の術師じゃなさそうだとこぼしていた。そんな術師と遮蔽物の、ろくにない定位置から遠距離戦するのは得策じゃないと考えたんやと思うわ。人質も2人しかおらんから、全員が攻撃を防ぐのは無理やし。こういうわけで、敵の集団は、左右に4人ずつ分散する。これは、車の後ろのロドスメンバーを捕らえる役とアーミヤを捕らえる役に分かれたんやと思う。しかし、アーミヤを捕らえる役の4人は、建物の陰に隠れていたドーベルマンたちが突然飛び出し攻撃を受けて無力化される。敵は3対4で人数的に勝っていても、アーミヤを捕らえることに注意が向いていたため、ドーベルマンたちの出現に対応が遅れたんやと思う。そして、車の方に向かった4人も、物陰から突然攻撃を受けて戦闘不能になる。こうして、わずかな時間に次々と部下を倒されたリーダー格は焦る。左右からはロドスメンバーが迫り、情報からはアーミヤが狙いをつけてる。さらに、自分たちと同じ感染者が攻撃を仕掛けてきているという状態が、リーダー格の焦りに拍車をかける。そして、敵集団が正面全般に注意が向けられているタイミングで、エースたちが背後から降下して、敵を制圧し、人質を解放、ロドスの完全勝利となる。で、なぜ死傷者ゼロで勝利できたのかという答えは、私が思うに、この戦闘で、ロドスは、終始、敵の意表をつくことに徹していたからやと、個人的に考えてるで。爆発に始まり、注意を引きつけ、次は、アーミヤの奇襲で、屋上に、敵の注意が向けられ。それがあって、次は、物陰からのロドス出現に対応しきれず、敵集団は囲まれ、焦っていると後方から制圧される。この、敵の意表をつくを繰り返した結果、初めに言ったロドスの勝利条件を、数的不利の中で迅速に達成できたわけや。こんな感じで戦闘シーン考察いかがだったでしょうか。ソシャゲのアークナイツがアニメになると聞いて、タワーディフェンスをどんな感じでアニメに落とし込むんやろって思って見てたら、ストア画面とかで売りにしてる戦術性とか画像にあるような工夫して対処せよって文言が存分に活かされていて、めっちゃ鳥肌立ったわ。アークナイツはアニメとゲーム双方素晴らしいので、まだ見てない方、インストールしてない方は、これを機にアークナイツを趣味に取り入れてみてはいかがだろうか。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。